皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。前回はフロントフォークのオーバーホール、フロントのタイヤの交換を行いました。フロントタイヤは特にね問題なく終わったんですけども、フロントフォークなかなかエグかったですね。やっぱ30年ものなので錆もあればオイルも劣化してる、そしてオイルシールは簡単に取れないと、ぼちぼちハマったなっていうような感じでしたね。そして今回はリアのタイヤ交換とドライブチェーンの交換、あと前後ブレーキをね取り付けていきたいと思います。ただ今回はね結構ねやらかしちゃった感が、満載ですね。知ったかして失敗したのもあれば、ちょっとうまくいかなかった作業もね多かった回になりました。レストランやってればね、失敗の一つや2つあると思いますので、皆さんとシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。次はねリア周り行きたいと思います。リアのねこのタイヤの方ですね、こいつの交換と、あとねドライブチェーン、すごいでしょこれ、激サビ、こいつもね新しいものに交換していきたいと思います。それではまずガレージジャッキをフレームにかけて後輪を浮かせて取り外していきたいと思います。使ってるのはアストロプロダクツ製のガレージジャッキ、2トンまで上げられるんで、車はもちろんバイクのタイヤ交換やフォークの取り外しの時にも使えました。これ本当ね使い勝手良くて超便利ですね。前回と同様にビードを落としていきます。落とす時にこのワコーズのラスペね、これねめっちゃ便利ですね。しっかり油がビードとホイールの間に浸透するので、機械がなくても簡単にビードが落とせるし、タイヤ外す時にレバーも入りやすくなる、一石二鳥なんですよ。ただね難点は値段が高い。はい、それではね今ねこんな感じで、ね、木を挟んでビードとビードの間を、ね、広げてます。タイヤ組んだ後ねビード上げするときにね、ここね狭まってるとねマジでこいつ上がってこないんだよね。上がってこないといつまでもねタイヤがちゃんと組み切らないので、こんな感じで広げてあげて組みやすくしてあるような感じですね。このタイヤ組むのはね全然問題なくてね順調だったんですよ。ただねこの後ですね、このタイヤを組み終わった後ビード上げをやるんですけど、ここからですね地獄が始まります。それではね今タイヤ組み終わってエア入れたんですけども、もうビードがマジで上がってこないですね。でこう一部分ねこう陥没したような感じになっちゃうんですよね。中のタイヤのこのビード、このリムの部分の中にもう一箇所リムみたいなんですけど、そこに引っかかっちゃって上がってこないですね。ここなんですよね、ここの内リムにはまっちゃうんですよね。これなんででしょうね。タイヤが変形してるからかな、ちょっとわかんないですね。とりあえず今回はチューブでなんとか対応します。はい、それじゃあね今からタイヤチューブを買いに行きます。まさかのビード上がらないなんていうことをちょっと今まで経験なかったんで、でもお店に電話してもちょっとビード上げだけは無理みたいな感じで無理だって言われたし、ベルト使ってもバックアウト使ってもちょっと上がんなかったんで、最終手段ですね。バネ下がね重くなるんであんまりやりたくないですけど、しょうがないですね。じゃあとりあえず買いに行きたいと思います。こんなに何やってもビードが上がらないって初めてですね。お店にもビード上げのみは断られちゃったので下道ですが、ニッチもサッチもいかなかったのでチューブを突っ込むことにしました。皆さんビード上げどうやってやってます？っていうかこういうレーサー系のチューブレスタイヤって他のチューブレスタイヤより硬めなんですかね。ビード上げもだいたい7キロぐらいかな、エアかけてやっとそこで全部上がりきったような状態だったんで、やっぱ硬いのかなっていうような感じがしてます。今回何度か組み上がりましたけども、もうね二度とちょっと組みたくねえなぐらいなトラウマになってるので、何かアドバイスいただけたら嬉しく思います。でタイヤ交換のついでにねこのクソ切ったねこのチェーンもね交換していきます。もう錆びて伸びてもう使い物にならないんでね、こいつもね取り外します。はい、このチェーンはねクリップ式なのでね、ここのクリップを外してあげればねこのチェーン自体は取れます。よっしゃ取れた。サビすごいなこれ。汚いね。でもそんなに減ってなさそうな雰囲気なんで、これはねこのままいきたいと思います。
123456789101112丁か、純正だね。ではね、一度ねタイヤを取り付けていきます。で次にねシャフトを入れるんですけども、シャフトにはねしっかりグリスを塗って、入れていくような感じになりますね。であとホイールベアリングも点検したんですけども、特に問題なさそうでしたので、このまま使用したいと思います。それではね、この新しいチェーンにねドライブチェーン交換していきたいと思います。それではね、今ねこうドライブチェーンをね付け終わったんですけども、さっきタイヤ交換してる時にちょっと気づいたんですけど、このスプロケットね44丁のスプロケットが付いてます。で純正はね確か48か49なんですよね。で今このチェーンには純正の長さのサイズを選んで買ったんですけど、まさかの長すぎるっていうパターンですね。こんなダルダルですね。もうチェーンもこれが精一杯の調整でダルダルになっちゃってるんで、これはちょっとカットしないとダメっすね。いやーこれはめんどくさい。いやーちゃんと見て買えばよかった。なんでこのチェーンちょっと詰めます。めんどくさいけどね。チェーンをこれからねカットしていきたいと思います。で一応今予定だとここまでですね。よっしゃ、あ取れた。はい、でチェーン切り終えて今チェーンつけてるんですけども、ここで秘宝ですね。なんとリンク数を数え間違えてチェーンを切り間違えましたっていう感じですね。何を間違えたのかというと、僕ねリンク数っていうのはプレートの数イコールリンクだと思ってたんですけども、なんとリンク数はちょっと違くて、このピンの数がイコールリンク数になるんですね。なんでプレートはまた別です。で僕はねもうほんとね知ったかでやったこれやっちゃったんですけども、プレートの数で切ってしまったのでチェーンがね思いっきり短くなってしまいました。でこれね428の120リンクなんですけども、今このスプロケットの状態であれば118リンクで良かったんですね。ただ僕は間違えたので116リンクにしてしまうというとんでもない失態を犯しました。ただなんとかギリギリ届いたんで、とりあえずこれで使ってみようかなっていう感じで今取り付けてるんですけども、本当ね失敗ですね。皆さんねチェーンぶった切るときはね本当にリンクの数え間違い気をつけてください。僕みたいに知ったかすると後で悲惨な思いします。はい、それではねタイヤとドライブチェーンが終わりましたので、次はですねこの以前オーバーホールしたフロントリアブレーキの取り付けと、あとエア抜きをねやっていきたいと思います。まず最初にこのねマスターシリンダーの方からねこのハンドル周りの方に取り付けていきたいと思います。いやー生まれて初めてねセパハンのついたバイクに乗るからね、ちょっとハンドルの形状とかも全然馴染みがなくて、どうなんだろうなっていう感じはあるんですけど、どうなんだろう、セパハンって実際の方乗りやすいんですかね。ちょっと僕は今まで経験ないんですよね、この形状のハンドルは。はい、それではね次はねこのキャリパーですねつけていきたいと思います。はい、でね今フルード入れて矢抜き始めたんですけど、こんな感じでマスターシリンダーのところから少しずつ気泡が出てきてると思うんですけども、フルードを送りながらエアを抜いていくような感じですね。やり方は本当にこうブレーキレバーをひたすらこう握ったり離したりするような感じですね。ある程度エアが抜けたらブレーキレバーを握りっぱなしにしてキャリパーのニップルを開けるとこんな感じでエアとフルードが一緒に出てきます。あとはこれを何回か繰り返してブレーキレバーの握りしろがしっかりしてくればエアが抜けたということになってブレーキが効き始めます。はい、それではねフロントの方が終わりましたので、次はねこのリアブレーキのキャリパーとあとマスターシリンダー、こいつらね取り付けていきたいと思います。リアブレーキもフロント同様に取り付けをしてエア抜きをしていくような感じになりますね。僕ね今回初めて後輪ディスクブレーキの車両に乗るので結構楽しみですね。どうなんだろう、ブレーキガッツみたいな感じで効くのかな。いつもドラムなんでね。はい、それじゃあねリアブレーキの取り付けも終わりました。一応ねレバーもねしっかりこうやって動くようになりましたね。いやねオーバーホールしてねこうやってちゃんとね機械がね正常なね動作をするようになった時はねこう快感は半端ないですね。いや本当に気持ちいい。
それではオイルを入れてエア抜きを開始します。エア抜きといってもね、フロントとやってることは同じですね。レバーかブレーキペダルの差がっていうぐらいですね。同じように踏みしろが出るまでエア抜きをしていきます。で、たまにねエアがねがっつり噛んでる時があるので、ブレーキフォースの付け根のボルトを緩めるとエアが抜けます。はい、それじゃあねブレーキの方なんですけども、しっかりね、これレバーなんですけども、しっかりね踏みしろも出てきたんで、エア抜きねバッチリ終わったかと思います。それではね、リアブレーキとフロントブレーキのマスターシリンダーのオーバーホールしたものを取り付け、あとエア抜きの方ですね、作業の方終わりました。フロントねリアともどもねバッチリブレーキの方効いてると思うので、これでちょっと様子の方を見ていきたいと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はリア周りとあとブレーキ前後ですね、とりあえず作業しっかり終わったと思いますので良かったなと思います。そして次回はチャンバーのオーバーホールをやっていきたいと思います。だいぶこれ使い込まれてる感があるので、サイレンサーだったりとか、あとチャンバーの中ですね、だいぶスラッジが溜まってるんじゃないかと思って、ツースト乗りなら一度はやってみたいチャンバー焼きに挑戦してみたいと思います。これねずっとやってみたかったんでね、すごくね楽しみです。時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね応援してもいいよって方いましたら、チャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。